こんにちは。ここはサウジアラビアの首都リヤドのキングハーリッド国際空港です。リヤドの滞在を終えてカタール航空でドーハを経由し、JAL便で日本に帰国します。ドーハ行きの飛行機はターミナル3から早朝5時5分出発です。出発3時間前の午前2時頃にチェックインカウンターが開きました。ワンワールドエメラルド会員なので優先レーンからチェックインします。チェックインを終えたので早速保安検査場に向かいます。出国審査を通過して免税店エリアに来ました。中東のお菓子のお土産はデーツというナツメヤシの実が定番です。たくさんの種類のデーツが売られています。免税店エリアを抜けてラウンジに向かいます。配役 VIP ラウンジのある2階に上がります。このラウンジはカタール航空やその他エアライン共有のラウンジです。ワンワールドならサファイア以上のステータスで利用できます。ラウンジの入り口はこちらです。受付をして中に入ります。プライオリティパスでも入ることができます。ラウンジは天井が高いのでとても開放的です。左側には食事のコーナーがあります。奥は食事をいただけるダイニングエリアです。この辺りは背もたれの低いソファーが並びます。隣の席との仕切りの高いソファー席もあります。数は少ないですがトイレ内にシャワールームもあります。食事の内容を見てみます。きのこスープ、チキンナゲット、蒸し野菜にパスタ、それに白米といった内容で種類はとても少ないです。他にはデーツ、アラビアコーヒー、パンやサンドイッチ、サラダがあります。飲み物はアルコールはなくソフトドリンクのみです。パスタときのこスープを少しだけいただきました。これは炭酸水です。食後はソファー席でゆっくり過ごします。搭乗時間が近づいてきたのでラウンジを出ます。搭乗口に来ましたが人が誰もいません。どうやら搭乗口が変更になったようです。飛行機はおき止めになったようでバスで移動です。機材はボーイング 777-300ER です。この便の座席は 32K を指定しています。カタール航空にはプレミアムエコノミー座席はありませんが、座席指定の際有償でコンフォートプラスというプレエコのような広い席が指定可能です。通常1万2000円ほどかかりますが、ワンワールドステータスのおかげで無料でした。こちらが 32K のコンフォートプラスの座席です。シートピッチが広くて快適です。朝5時という早朝の便のためか乗客は多くなく空席が目立ちます。座席は広いのですがゴミが挟まっていました。清掃していないんでしょうか。それから足置きの金具が壊れていて使用できませんでした。機材はちょっと古さを感じ残念です。滑走路に向けて移動を始めました。帝国に離陸しました。羽で景色が見にくいです。ドーハまでは1時間30分のフライトです。
空港で徹夜だったので機内ですぐに寝てしまいました。気づいたら外は明るくなっています。飲み物の機内サービスがあったのかもわからないまま着陸態勢に入ります。6時30分にカタールのドーハに到着しました。駐機場に到着しました。ビジネスクラスのエリアを通り抜けて外に出ます。到着もおき止めなのでバスで移動です。天気が良くて朝日が眩しいです。90% ぐらいの人が向かう乗り継ぎ方面に向かいます。次の羽田行きの便までの乗り継ぎ時間は3時間あります。往路でも立ち寄ったプラチナラウンジサウスにやってきました。2階に上がります。朝7時過ぎですが人はそれなりにいます。前日からシャワーに入れていないのでここで入ります。シャワールームの数は少ないですがすぐに入れました。往路で利用したプラチナゴールドラウンジノースのシャワーよりは狭いですがシンプルで清潔感があります。シャワーでさっぱりしたので食事をいただきます。4日前に来た時とはホットミールの内容が変わっていました。アラビア風シチューに焼きそば、ソーセージにオムレツがありました。フルーツやハム、チーズもあります。サウジアラビアではお酒が飲めなかったので久しぶりのお酒は美味しいです。アラカルトメニューのサーモンのタルタルを注文しました。こちらは往路でも食べたバターチキンライスです。あっという間に搭乗時間が近づいたので搭乗口に向かいます。ランプベアへお別れをします。 B4 搭乗口に着きました。9時30分発の JAL50 便羽田行きで機材は B7879 です。チケットはカタール航空のサイトで購入しました。往路同様エコノミークラスですがプレミアムエコノミー席を無料で予約済みです。座席は 17A のバルクヘッド席を指定できました。プレエコの中でもさらに足元が広い席なので楽しみです。カウンターで搭乗券を提示して待合室に向かいます。なんとエコノミー席が満席なのでビジネスクラスにアップグレードされました。半年前にもありましたがやはりステータスの力は大きいなと改めて感じました。喜んでいる中すぐにグループ1の搭乗が始まりました。ワクワクした気分で飛行機に向かいます。8A の座席は搭乗してすぐの窓側の座席です。座席は斜めに配置されたヘリンボーン式です。アメニティはブランケットと枕、 JAL オリジナルのヘラルボニーのキット、蒸気アイマスク、ヘッドホン、スリッパ、水も用意されています。横には各種電源と小物入れがあり扉には鏡がついています。テーブルは大きくてしっかりとした作りです。足元は幅は広くないですがしっかりと足が伸ばせる空間があります。ウェルカムドリンクはシャンパンをいただきました。ドアが閉まりプッシュバックが始まりました。モニターサイズは17インチで見やすいサイズと距離感です。
スカイスイート3の座席は2016年から運行しているのでちょうど10年ですね。初めて乗りましたが、座席の説明がたくさん書かれています。こちらのコントローラーで画面操作、食事の注文などができます。リクライニング操作はこのボタンでフルフラットにできます。10時前に離陸しました。羽田まで9時間ほどのフライトです。ドーハのザ・パールという高級人工島が見えます。食事のメニューが配られました。和食か洋食を選べます。さすがビジネスクラス、飲み物の種類が豊富です。アラカルトメニューもあります。2回目の食事はこの中から指定するようです。飛行機は高度が落ち着き安定した飛行になりました。1回目の機内食が始まりました。最初は野菜のディップとシャンパンをいただきます。やはり日本食が食べたい気分でしたので和食にしました。色鮮やかな小鉢が並んでいます。どれも美味しくてお酒が進みます。メインはエビ新庄です。白米とお味噌汁が嬉しいですね。お酒は焼酎に切り替えました。デザートはチョコケーキとコーヒーです。やはりビジネスクラスの料理は特別感がありますね。食事が終わると機内はすぐに暗くなりました。フルフラットにして寝る体勢に入ります。足の先まで余裕で伸ばせて快適です。目が覚めるともうすでに中国上空でした。4時間ほど寝たようです。やはり横になれるとぐっすりと寝られます。寝起きに何か注文してみます。アイスクリームと響きのソーダ割りをいただきました。 JAL のサブチャンネルを見て過ごします。そろそろ日本に近づいてきたので2回目の食事にします。焼き鳥丼を注文しましたが品切れでしたのでラーメンとフルーツにしました。到着するのが深夜になるので控えめにしておきます。チーズの盛り合わせもいただきました。羽田空港が近づき着陸態勢に入りました。深夜の午前1時に羽田空港に着陸しました。降りる準備をします。エコノミーは満席とのことでしたが、ビジネスクラスはかなり空席が目立ちました。搭乗率は 30% ほどでした。ビジネスクラスを利用させていただきとても感謝です。無事に荷物を受け取りました。到着ロビーに着きましたが時刻は午前1時過ぎです。カタール航空ではお帰りなさいキャンペーンがあり4つのサービスがあります。タクシー代補助、温泉施設利用券、ホテルの割引券から選択できました。私は温泉施設利用券を選択しました。5000円相当の利用料が無料です。事前に送迎バスの予約をしているので乗り場に向かいます。このサービスは JAL で予約した場合は適用されないようです。1時40分発のバスを予約していましたが多くの人で行列ができていました。バスで10分ほどで温泉施設に到着しました。荷物預けロッカーがあるので不要なものはこちらに預けます。フロントで受付して中に入りました。マッサージチェア、漫画がたくさんあります。
500円でプレミアムラウンジの座席が指定できるので購入しました。もう深夜で眠いのでお風呂は翌朝にして寝ることにします。ぐっすり寝て翌朝9時になりました。プレミアムラウンジの席はこのようになってました。温泉に入って旅の疲れを癒します。さっぱりしたので清算して出ます。と言っても支払ったのは500円だけでした。羽田空港に戻りますが、この時間だと自力でバスと京急で移動です。羽田空港第3ターミナルのエアポートガーデンに来ました。この日は札幌に帰るだけですが、プライオリティパスを利用して食事をいただきます。こちらのオールデイダイニンググランドエールでビュッフェをいただきます。ビュッフェの料理はとても種類が豊富です。全種類は食べられそうにないので迷ってしまいます。こちらではオーダーすると調理していただけます。アルコールは有料です。ついたくさんの種類を取ってしまいますが、どれも美味しいです。レッドチキンカレー、アクアパッツァ、デザートをいただきました。お腹が満たされたので JAL の第1ターミナルまで移動します。ファーストクラスの保安検査場は北ウイング改装中のためとても混んでいます。ダイヤモンドプレミアラウンジに来ました。ラウンジ内は空席がないほど混雑していました。白ワインを1杯だけいただきました。14時30分発の札幌新千歳空港行きに乗ります。新千歳空港に到着しました。袋の工程は座席の無償アップグレードや温泉、ビュッフェの食事も無償で利用することができ、とてもお得を感じる移動となりました。今回の旅はこれで終了です。次の旅の計画をまた考えたいと思います。